皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。今回の動画では、Python でデータ分析を体験と題して、Google コラボラトリ、通称コラボを使って、手軽にデータ分析とグラフ作成を行う方法をご紹介します。まず、皆さんは集めたデータをどうやってわかりやすくまとめていますか？卒業研究でアンケートや測定データを分析したいけど、なんだか難しそうと感じている学生さんも多いのではないでしょうか。この動画は、そんな皆さんの悩みに寄り添い、Google コラボラトリと Python を使って、手軽にデータ分析とグラフ作成を行う方法を解説します。ぜひ最後までご覧ください。この動画は、次のような方を対象としています。まず、Python の基本的な文法、例えば変数やプリントの使い方、指則へ加算子、比較演算子、if 文や for 文といった制御文が少しでもわかる方。次に、データ分析に興味がある方。特に、卒業研究やレポート、学会発表などでデータを扱いたいと考えている方や、データ分析や統計に興味はあるけれど、プログラミングでの実践経験がない方におすすめです。そして、Google コラボラトリを使ったことがない、または使い始めたばかりの方にもわかりやすく解説していきます。この動画では、以下の4つの目標を達成できるように説明します。データをコラボに読み込めるようになる。データの平均や合計などの簡単な集計ができるようになる。棒グラフ、折れ線グラフ、散布図などの基本的なグラフを作成できるようになる。グラフにタイトルや軸ラベルをつけられるようになる。このような内容を詳しく説明していきます。データ分析に必要なツールは、主に3つです。1つ目は、Google コラボラトリ、略してコラボです。これは、クラウド上で Python コードを実行できる環境で、インストール不要、無料で使えるのが大きなメリットです。基本的な画面構成として、コードを書く、コードセルと説明などを書く、テキストセルがあります。実行結果をすぐに確認することができます。2つ目は、プログラミング言語の Python です。データ分析の分野で非常によく使われています。そして3つ目が、Python の主要なライブラリーです。データ分析の強い味方である Pandas は、表形式のデータを扱いやすくするためのライブラリーです。Excel の操作を Python でできるようなイメージですね。グラフ作成には、Matplotlib を使用します。データを見える化するために使われ、基本的なグラフ描画が可能です。最初に Google コラボラトリ、略しコラボについて簡単に説明します。Google コラボラトリは、Google が提供するブラウザーで Python コードを実行できる無料の Jupyter ノートブック環境です。ほとんどインストールや環境設定が必要のない初心者でも気楽に取り組みやすい開発環境です。近年、AI の機械学習や実験データの分析など、いろいろな用途でこの Google コラボが利用されています。それでは、Google コラボラトリを始める手順について説明します。まず Google アカウントを準備してください。Gmail が使用であれば利用可能です。次にコラボにアクセスします。ブラウザーで Google コラボラトリと検索するか、スライドに示すアドレスを入力すると、コラボラトリへようこそのページが表示されますので、そのページよりスタートします。あとはノートブックを作成して、コードの記述と実行を行います。このように非常に簡単な操作によって Google コラボラトリを開始することが可能なので、ぜひ試してみてください。Google コラボラトリの起動は、こちらの URL を入力して表示してください。この画面より新しいノートブックを作成したり、既存のノートを開くことができます。また右下のキャンセルボタンを押して、この画面を閉じることもできます。今回は、新しいノートブックを作成して説明を続けていきます。それでは、Google コラボの起動方法について説明します。こちらのアドレスバーの中にこの URL を貼り付け、エンターを押します。しばらくすると、このようなコラボの起動画面が表示されます。こちらはノートブックを開くという画面ですが、この画面より過去に編集したコラボのノートブックをこの画面から開くことができます。それではキャンセルし、先に進んでみましょう。
こちらが起動画面に表示されるコラボの紹介ページとなります。内容はコラボとは、はじめに、使用例などが紹介されています。それでは新しいノートブックを作成してみましょう。メニューよりファイルを選び、新しいノートブックを選択します。しばらくすると、新しいノートブックが表示されます。こちらが、このノートブックのタイトルとなります。ここではアンタイトル1となっています。名前をテスト1に変更してみましょう。これで、以下、編集したプログラムコードは、テスト1として保存されます。こちらがプログラムコードを書くコードセルです。例えば A=10、B=20。結果を、ここに A プラス B のように書きます。これが Python のコードとなります。このコードセルを実行するには、こちらの三角印をクリックするか、キーボードより Ctrl プラス Enter を押します。起動時、この機能を実行するとしばらく時間がかかります。しばらくすると、このセルの下に結果が表示されます。このように、A プラス B の結果30がここに表示されました。新しいコードセルを追加するには、こちらの境目にマウスカーソルを合わせるとコードと書かれているボタンが表示されますので、これをクリックします。追加されたセルで、例えば C=A/B と書いてみましょう。そしてその下に C と書きます。スラッシュは割り算の記号です。そして、これを三角印をして実行します。するとこのように2回目以降は素早く結果が表示されます。こちらに表示されるコードというのは、プログラムセルで、テキストと言われるのは、注釈を書くセルのことを示します。例えばここに練習1と書いてみましょう。すると右側に、このセルが実行された結果がプレビューされます。例えば、この文字の先頭にハッシュタグを挿入してみます。するとプレビューは大きな文字に変化します。このように文字の書式をここで設定することができます。セルの位置は、こちらの上矢印、下矢印で調整することができます。このノートブックを終了するには、ファイルより保存を選択しても良いのですが、通常は自動的に自分のドライブに自動保存されます。画面の上部に保存中などの表示がない場合は、このまま終わっても構いません。今編集した内容は、Google ドライブに保存されていますので、Google ドライブを開いて確認してみましょう。新しいタブを開き、アドレスバーに Google と入力します。そして、この四角のドットをクリックしドライブを選択します。するとこちらの、コラボラトリーノートブックと書かれたフォルダーが作成されているのが確認できます。ここでこのフォルダーをダブルクリックして開きましょう。すると、先ほど編集したテスト1のノートブックが保存されているのがわかります。このノートブックをダブルクリックすると、先ほどのコラボラトリーの画面が表示されます。この表示された画面で再編集して、プログラムを編集することもできます。今回、データ分析で利用するデータについて説明します。利用するのは、独立行政法人統計センターが提供しているデータです。具体的には、都道府県庁所在市別の月別の気象データ平年値を集めたデータセット、
SysDOS-F-2023V3 を使用します。このデータを使って、コラボ上でデータ分析とグラフ作成を行っていきます。それでは、ダウンロードしたファイルを Google ラボラトリーにアップロードする方法を見ていきましょう。このファイルの内容を確認してみましょう。このような47都道府県の気象データを記録した Excel ファイルとなっています。これをアップロードしていきます。こちらの Google コラボラトリーのサイドバーよりファイルアイコンをクリックします。しばらくすると、作業領域に保存されているデータが表示されます。ここにダウンロードしたデータをアップロードします。このデータをドラッグ&ドロップします。すると、このような警告メッセージが表示されます。データはランタイムの終了時に削除されることを警告しています。OK を押し次に進むと、データが保存されます。これでアップロードが完成しました。データのアップロードはドラッグ&ドロップして行う方法もありますが、ここで右クリックしてアップロードを選択して行う方法もあります。コラボに読み込んだ CSV ファイルを Python で扱いやすいデータフレームという形式に取り込みます。データフレームとは何かというと、これは Pandas ライブラリーで提供される2次元のデータ構造です。ちょうど Excel のスプレッドシートのように、行と列でデータを表現できます。各列は異なる種類のデータを持つことができ、それぞれの行には、インデックス、列には、カラム名という名前がついています。データフレームを使うと、大量のデータをフィルタリングしたり、形を整えたり、集計したりといった操作が非常に簡単に行えるようになります。データ分析において、このデータフレームは非常に重要な役割を果たします。それでは、アップロードした CSV ファイルを読み込んでみましょう。プログラムの説明をします。まず、Pandas モジュールをインポートし、略称として PD と名前を付けておきます。このモジュールは、読み込んだデータをデータフレームに入れるために用います。読み込む変数は、DF として PD リード、CSV で、ファイル名を指定して読み込みます。これで読み込まれたデータは、データフレームとして DF に格納されます。それでは、ファイル名を実際のものに置き換えて実行してみましょう。ファイル名の横のオプションボタンを押して、パスをコピーでファイルのパスを取得することができます。これをファイルネームの部分に貼り付けます。データを読み込んだら、6行目で、データフレームの内容を先頭の5行を表示します。それでは、実行してみましょう。すると、このようなエラーが表示されました。エラー表示は UTF-8 のコーデックでないという表示です。3行目のリード CSV の設定では、エンコディングを省略すると、規定値として UTF-8 が設定されるので異なった形式ではエラーとなります。それでは、3行目をコメントアウトして、4行目のコードを有効化させて実行してみましょう。こちらでは、コーディング=シフトJISを使っています。それでは、実行してみます。すると、このように正常に読み取ることができました。6行目の読み込んだデータを表示するプログラムは、DF ヘッドとなっています。ヘッドの関数の中は省略しているので、規定値の5行表示となります。出力内容を見ると、1行目が項目名として設定されていますが、実際に使用する項目名は2行目ですので、1行目は省略する必要があります。それでは、1行目を読み飛ばすにはどのようにすればよいか、プログラムを見てみましょう。リード CSV の中で、スキップローズパラメータを1と設定します。これで1行読み飛ばすことができます。この状態で実行してみましょう。今度は正しく項目名が設定されました。CSV ファイルをデータフレームに読み込む際には、Pandas ライブラリーのリードアンダーライン CSV 関数を使います。この関数にファイル名を指定することで、
簡単にデータを読み込むことができます。データを読み込んだら、df.head を使うと、データフレームの最初の5行デフォルトの場合を表示して、データが正しく読み込まれているか、どのような形式になっているかを確認することができます。これは、データ分析の最初のステップで非常に役立ちます。CSV ファイルを読み込む際に、エンコーディングという設定が重要になることがあります。これは、コンピューターが文字をどのように表現するかのルールです。ファイルを作成した環境によって異なるエンコーディングが使われている場合があり、正しく指定しないと文字化けすることがあります。主なエンコーディングには、世界中で広く使われている UTF-8 があり、日本語を含む多くの言語を扱えます。Windows 環境でよく使われる日本語のエンコーディングとして、シフトJISや、それを拡張した CP932 があります。その他に、西ヨーロッパ言語で使われる ISO8859-1、以前 Unix 環境で日本語で使われていた EUCJP などがあります。もし CSV ファイルを読み込んだ時に文字化けする場合は、これらのエンコーディングを試してみてください。先ほど読み込んだデータフレーム DF の先頭部分を表示するヘッド関数は、規定では5行表示する設定となっています。このようにヘッド関数の中を空白とした場合には、5行表示されます。レコードは0から始まり、4まで表示されました。それでは、括弧の中に10と入れてみましょう。これを実行すると、レコードは0から9まで10個表示されます。それでは次に、データを抽出する方法について見ていきましょう。こちらは、列を指定して条件抽出する方法です。上の部分は、先ほど説明した CSV ファイルをデータフレーム DF に読み込む方法を示しています。6行目は、データフレーム DF の都道府県列より東京都のデータを取り出す方法を示しています。イコールイコールは、等しいという意味です。これを DF2 に格納し表示します。これを実行すると、このように都道府県列のデータが東京都のみを表示していることがわかります。次は列を抽出し、データフレーム DF2 に保存します。抽出する列は、都道府県、市、月年、平均気温列となります。これを DF2 に保存して表示します。実行すると、このように指定した抽出列が表示されました。次は、2段階でデータを抽出する方法です。最初に、2行目で DF2 に、データフレーム。DF の都道府県、市、月年、平均気温列を抽出し、3行目で、この中より月年列のデータの中よりデータ、年だけを取り出すものです。このように何段階かに分けて抽出すると、複雑な条件で抽出することが可能です。実行すると、指定した列の中より、月年の列が年であるデータのみが抽出されました。このコードでは、まず Pandas をインポートし、CSV ファイルをデータフレーム DF として読み込んでいます。そして、DF 都道府県イコールイコール東京都という条件式を作成しています。これは、DF の都道府県列の値が東京都と等しいかどうかを判定し、その結果を True/False のシリーズとして返します。この条件式を DF のようにデータフレームに適用することで、条件が True となる行だけを抽出できます。抽出された結果は新しいデータフレーム DF2 に格納されます。最後の DF2 は、抽出されたデータフレームの内容を表示するための記述です。このコード全体としては、元のデータフレーム DF から、都道府県市月年平均気温の列だけを抜き出し、それを DF2 という新しいデータフレームとして作成し、その DF2 の内容を表示するという処理を行っています。このコードでは、まず最初の行で、元のデータフレーム DF から、都道府県市月年平均気温の列だけを抽出して、新しいデータフレーム DF2 を作成しています。これは列の選択による抽出です。
次に、lisp アンダーラインデータイコール def2 で ef2 月年イコール年の行で、作成した def2 に対して、さらに、月年列の値が、年である行だけを抽出しています。これは条件による行の抽出です。このように、段階的に抽出を行うことで、より複雑な条件でデータを絞り込むことができます。最後の lisp アンダーラインデータは、最終的に抽出されたデータフレームの内容を表示するための記述です。データを読み込み、必要な部分を抽出したら、次は簡単な集計をしてみましょう。特定の列の平均値、合計値、最大値、最小値などをまとめて計算したい場合は、describe 関数が便利です。これを使うと、データの基本的な統計量を一覧で確認できます。また、特定の条件でデータをグループに分け、それぞれのグループごとに集計を行うこともよくあります。例えば、疾患別に評価スコアの平均を出したい場合などです。これには .groupb と .mean といった関数を組み合わせて使用します。これにより、データの傾向をより深く理解することができます。次は、基本統計量を求める方法です。こちらで CSV ファイルを読み込みます。そして、データ抽出を行い表示します。こちらの12行目では、抽出されたデータを describe 関数を使用して基本統計量を表示します。それでは、実行してみましょう。抽出されたデータが、このように表示されます。その下に、describe 関数で算出されたデータがこのように表示されます。上より、データ数、平均値、標準偏差、最小値、25% タイル値、50% タイル値、75% タイル値、最大値が表示されています。このコードでは、まず必要なライブラリー pandas をインポートし、CSV ファイルをデータフレームとして読み込んでいます。次に、特定の列、都道府県市月年、平均気温を選択し、さらに、月年が、年である行に絞り込んで、lisp アンダーラインデータという新しいデータフレームを作成しています。プリント lisp アンダーラインデータで、抽出されたデータの内容を確認できます。そして、lisp アンダーラインデータ describe を実行することで、lisp アンダーラインデータに含まれる数値型の列この場合は、平均気温列に対して、基本的な統計量が一括で計算され、表示されます。表示される統計量には、要素数カウント、平均値ミーン、標準偏差 STD、最小値ミン、四分位数 25%、50%、中央値 75%、最大値マックスなどがあります。このように、describe 関数を使うと、データの分布の概要を素早く把握することができ、データ分析の初期段階で非常に役立ちます。次は、グループ化して統計値を計算する方法です。まず、1行目でデータフレーム df より列、月年のデータの中より、年だけを除外したデータを df2 に抽出します。つまり1月より12月のデータのみを抽出することとなります。6行目では、そのデータ df2 を用いて、都道府県別にグループ化し、平均気温列の平均値をミーン、関数で求めます。読み込む。CSV ファイルを見ていくと。例えば、北海道のデータでは、1月より12月までのデータの下に、年間平均の年という項目がありますので、このデータを削除する必要があります。1行目のコードで、年を除外するのは、このような理由からです。それでは、実行してみましょう。このような形で、各県別に年間の平均気温が計算されました。こちらの関数の部分を変えると、別の統計値を計算することができます。例えば、こちらを最大値マックスにしてみます。実行すると、今度は各県別の最大気温が表示されました。最小値を求めたい場合には、民関数を使います。振れ幅を見る場合には、標準偏差の STD 関数を使います。ここでは、データを特定の列の値でグループに分け、それぞれのグループごとに統計量を計算する方法を説明します。
これは、例えば都道府県ごとの平均気温を求めたい場合などに非常に便利な処理です。まず、最初の行では、元のデータフレームで EF から、月年列の値が、年ではない行を抽出しています。これは、月ごとのデータのみを対象とするためです。抽出した結果は新しいデータフレームで EF2 に格納されます。次に、DF2. グループ B 都道府県で、DF2 を、都道府県列の値ごとにグループ化しています。これにより、同じ都道府県のデータがまとまります。その後の平均気温 .mean では、グループ化されたそれぞれの都道府県に対して、平均気温列の平均値を計算しています。最後に、プリント年間の平均気温と、その結果を表示しています。このように、グループ B を使うことで、データを意味のあるまとまりに分割し、それぞれのグループに対して集計処理を行うことができます。mean 以外にも、サム合計、カウント個数、マックス最大値、mean最小値など、様々な統計関数を適用することが可能です。ここでは、パンダスデータフレームで統計量を計算するための主な関数を一覧でご紹介します。要素数をカウントするカウント合計値を計算するサム、平均値のミーン、中央値のミーディアン、標準偏差の STD、分散の VAR、最小値のミン、最大値のマックスなどがあります。また、先ほど紹介した基本統計量をまとめて表示するディスクライブ、要素の分位数を計算するクーアンチル、列関の相関関係を計算するコラー、強分散を計算するコフといった関数もよく使われます。これらの関数を使いこなすことで、データの様々な側面を数値的に把握することができます。データ集計が終わったら、次はデータをグラフで見える化しましょう。グラフを作成することで、データの傾向や特徴を直感的に理解することができます。グラフ作成には、主に matplotlib.pyplat というモジュールを使用します。これを PLT という略称でインポートするのが一般的です。また、グラフに日本語を表示できるようにするために、Japanize_matplotlib というライブラリーもインポートしておくと便利です。基本的なグラフの種類として、数量の比較によく使われる、棒グラフは plt.bar、時系列データなどの推移を見るのに適した、線グラフは plt.plot、2つのデータの関係性を見るのに便利な、サンプズは plt.scatter といった関数を使って作成できます。それぞれの関数には、色や線の種類点の形などを指定するための様々な引数がありますので、これらを活用することで、よりわかりやすく見栄えの良いグラフを作成することができます。次は、グラフを作成するプログラムです。Python でグラフを作成するとき、よく使用されるのが Matplotlib モジュールです。これを使って説明していきたいと思います。このモジュールは、日本語対応されていないので、追加のモジュールをインストールする必要があります。こちらの pip install Japanese、Matplotlib の命令を実行します。実行すると、このような表示が出て、インストールが行われます。それでは棒グラフ用のデータを抽出してみます。データフレーム DF に CSV ファイルよりデータを読み込み、その中より、都道府県市、月年、平均気温列を取り出し、月年列のデータが年であるレコードのみをディスプレイデータとします。このデータを使用してグラフを書いていきます。それでは、棒グラフのプログラムを説明します。最初に Matplotlib を略称 PLT としてインポートします。次に、日本語化するモジュール。Japanese Matplotlib もインポートしておきます。6行目では、日本語フォントを使うためこのような設定を行っています。次は、グラフを作成するコードです。最初にグラフサイズを10対6に設定します。12行目で、棒グラフを表示するための命令 plt.bar 関数を設定します。横軸にディスプデータの C の列を、縦軸に平均気温列を設定します。その下は X ラベル、Y ラベル、タイトルを設定しています。カッコの中は、表示する文字列を、また、フォントサイズも設定しています。16行目のクチックスローテーション=90は、
X ラベルを90度回転させることを意味します。こちらが作成された棒グラフになります。次に、折れ線グラフを作成してみましょう。最初に、折れ線グラフ用のデータを抽出します。ファイルを読み込んで、都道府県、市、月年、平均気温列を抽出し、月年列のデータが年であるレコードを除外してディスプデータとします。実行すると、このように各県、1月より12月のデータが抽出されました。これを用いて、折れ線グラフを書いてみます。それではコードを見ていきましょう。11行目で北海道データに、都道府県が北海道のデータを抽出します。同様に、東京データには、東京都のデータを抽出します。沖縄データにも、沖縄県のデータを抽出し、折れ線を表示するデータとします。次はグラフを描画するコードです。グラフの大きさを12対6に設定します。次に、PLT プロットで、折れ線グラフを設定し、横軸に北海道データの月、年列を、縦軸に北海道データの平均気温を設定します。同様に東京データ、沖縄データにも設定を行います。そして、マーカーオプションを設定しています。このオプションにより表示するマーカーの種類を選択することができます。O の文字は、丸、不等号は、三角、X の文字は、×印を表示します。24行目、25行目、26行目はそれぞれ X 軸ラベル、Y 軸ラベル、タイトルを設定し、フォントサイズも同時に設定しています。そして、31行目の plt.show でグラフを表示します。こちらが作成されたグラフとなります。最後に、散布図を作成してみましょう。散布図用のデータを抽出します。データフレームと F より都道府県、市、月年、平均気温を読み込み、月年列のデータよりデータが年を含むレコードを除外したデータをディスプデータとします。抽出されたデータがこちらです。各県1月より12月までのデータが表示されています。それでは、散布図のコードを見ていきましょう。グラフのコードは、13行目でサイズを決定した後は、14行目の PLT スキャター関数で、散布図を表示します。括弧の中は、横軸として、ディスプデータの月年列を、Y 軸データとしてディスプデータの平均気温列を設定しています。実行結果は、このような散布図を描くことができます。X ラベルの傾きは、ローテーションパラメータで45度に設定しています。ここでは、棒グラフを例としてグラフ作成の基本構文について見ていきましょう。このコードでは、まず matplotlib.pyplat と Japanize_matplotlib をインポートしています。Japanize_matplotlib は、グラフに日本語を表示するために必要です。plt.rcparams font.family=ipxgothic では、グラフで使用するフォントを ipxgothic に設定しています。これにより、グラフタイトルや軸ラベルで日本語が正しく表示されるようになります。plt.figFigs=16 で、グラフを描画するための領域フィギュアオブジェクトを作成し、そのサイズを幅10インチ、高さ6インチに設定しています。plt バジスプアンダーラインデータし、ディスプアンダーラインデータ平均気温が、棒グラフを描画する主要な部分です。plt.bar 関数に、X 軸に表示したいデータディスプアンダーラインデータの、子列と、それに対応する Y 軸の値ディスプアンダーラインデータの、平均気温列を指定しています。plt.label と plt.ilabel でそれぞれ X 軸と Y 軸のラベルを設定し、plt.title でグラフ全体のタイトルを設定しています。フォントサイズ引数で文字サイズを指定できます。plt.tixrotation=90 は、X 軸のラベルここでは、子の名前が長い場合に、ラベルが重ならないように90度回転させて表示するための設定です。plt タイトアンダーラインレイアウトは、グラフの要素タイトルラベルなどが図の領域内に収まるように、
レイアウトを自動的に調整してくれる便利な関数です。最後に plt.show を実行することで、作成したグラフが画面に表示されます。plt.bar 関数では、x 軸の値と y 軸の値を指定することで棒グラフを描画できます。plt.plot 関数では、x 軸と y 軸のデータのリストを指定することで折れ線グラフが描けます。plt.scatter 関数では、x 軸と y 軸のデータのペアを指定することで散布図を作成できます。それぞれの関数には、色や線の種類点の形などを指定するための様々な引数がありますので、これらを活用することで、よりわかりやすく見栄えの良いグラフを作成することができます。さて、今回の動画では、Google コラボラトリと Python を使って、データの読み込み、簡単な集計、そして基本的なグラフ作成を行う方法を学びました。これで、あなたもコラボと Python でデータ分析の第一歩を踏み出せたはずです。今回学んだ内容は、データ分析の基礎の基礎ですが、ここからさらにステップアップしていくための情報はたくさんあります。例えば、もっと複雑な統計解析を行ったり、機械学習の処方に触れてみたり、今回紹介した以外の様々な種類のグラフを作成したり、データ分析において非常に重要なデータの整形や前処理について深く学んだりすることもできます。ぜひ今回の動画で使ったコードを参考に、ご自身のデータでもいろいろな分析やグラフ作成を試してみてください。この動画が皆さんのデータ分析学習の助けになれば嬉しいです。もしこの動画が役に立ったと思われたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また、動画に関する質問や、今後解説してほしい内容などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。